にちは。今日はこのコードバンの靴を完成させたいと思います。前回コバにローを塗ってアイロンかけてソールにフのりを塗って仕上げました。ということで今回はアッパーを磨いていきたいと思います。とは言ってももうすでにかなりのピカピカです。でも磨いてもそんなに、変化はないと思うんですけど、ちょっとやりたいことがいくつかあるのでやっていきます。まずはここについているビニールの仮の紐を切ります。そしたらソール面今こんな感じです。ここに今回新しい試みとしてこんなプレートをくっつけてみます。これは真鍮のプレートで自分で真鍮板から切り出して穴を開けて作りました。普通はヴィンテージスチールとか豆腐スチールとかって言いますけど、これスティールじゃなくてブラスなんで陶ブラスですね。で、今回の靴はこれシングルソールということで、あんまりねソールは硬くないと思うんですよ。それでも履き始めちょっとつま先が削れやすいので、それを防止するという意味で今回は1ミリ薄めです。こう後付けでくっつける方式でやっていきます。まずはこれを取り付ける位置に合わせてビスの位置をマーキングします。ちなみにこのプレートはこの靴のソール形状に合わせて切り出して削って磨きました。そこに5個印をつけたんで下穴を開けます。取り付けるビスはこれです。真鍮のマイナスネジですね。欧米では工芸品みたいな、家具とかそういうのにはこういうマイナスネジ、スロッテッドスクリューってやつですね。これを使うみたいです。こいつをさっきの穴に合わせてビス止めします。はい、取り付け完了です。横から見るとわずかに金色の線が見えますね。これでトーブラス完了です。これでアッパーの磨きに入るんですけど、このアッパーグレージングコードバンってやつで、この革の製造仕上げの段階でメノウっていうツルツルの石でこすって表面のこの毛羽立ちを寝かしつけてこの光沢感になってるんです。ということでクリーム入んないです。表面がすごく繊維が締まっててなかなかクリームが入っていかないんですよ。履いて使っていくうちにクリームが履きじわのあたりとか入っていくようになると思うんですけど、ちょっと今の段階ではなかなかねクリームが入りにくいんで、本当にクリームの磨きはさっと済ませたいと思います。一応ブリフタッシュの乳化製のクリームを少量取って塗っていきます。少し指に取って塗っていきます。場所によってはね入るところもあります。釣り込みでこう伸ばして繊維が少し開いたところ、例えばこういうところとか、つま先のねこういうところとかはクリーム入るんですけど、その他の部分なかなか入りにくいですね。こうクリームをのせても皮の表面でグリグリ動くような感触です。そしてね、もともとツルツルなんでクリーム入れても輝きが変わらないんですよね。履き下ろす前にもう少し保湿っていうところをやりたいところなんですけど、あんまりクリームを吸ってくれないということで、履いてからのお楽しみということにします。もうね、皮の断面が少し見えてるところとか縫い目のあたりはクリームが入るんで、その辺を重点的に塗っていきます。次はこのサフィールの茶色いクリームですね。これをアッパーとコバの境目のあたりに塗っていきます。微妙に色が入りきってなかったりするので、ここを茶色くしておきます。でブラッシングです。じゃあ次はワックスに行きます。これもすでにツヤツヤなんであんまりやる必要もないんですけど、ちょっとねつま先にのせてさらに輝きを増したいと思います。まずは指で塗っていきます。ヒールの積み上げにも塗ります。小刃にも塗ります。
表面磨きをしていきます。めちゃめちゃ輝いてくれて気持ちいいですね。この色合いといい、ツヤ感といい、この丸みといい、なんかこの靴を見てるといろんな感性が刺激されるような気がします。じゃあしっかり輝いてくれましたので木型を抜きます。この瞬間、特にコードバンなんで変に負荷がかかるとこう皮が裂けちゃうみたいなことも考えられなくはないんで慎重にいきます。よいしょ。無事抜けました。この中見てください。かかとの釣り込みを固定したタックス釘と本底を固定した木釘が針山のようにボコボコ出てますね。これ全部切って叩いていきます。木釘とタックスをポンチで叩いて潰しておきます。タックス釘はかなり柔らかいのでこうやって叩けば簡単に潰れてくれます。ここに糊を塗りましたのでライニングと同じ革を中敷きを貼ります。緑っぽいグレーっぽい感じでなんかおしゃれな色の革ですね。はい、こんな感じです。最後に靴紐を通します。靴紐はこんな感じの3ミリぐらいの茶色い平紐です。はい、ということで靴が完成しました。作り始めのこの予想以上にいい出来栄えですごく嬉しいです。ということで、ディティールを見ていきますね。アッパーの構成がすごくシンプルで、この皮がずっと後ろまでいってお尻の部分で縫い割りをしてあります。なのでほとんどホールカットと言ってもいいような形状ですね。外羽版のホールカットみたいなもんです。でこの部分羽のパーツだけ別取りにしてあります。で特徴はここのステッチですね。こうミシンでやるとなかなかこのカーブって出せないんですけど、手縫いで縫い割りをしたことでこのカーブのラインがしっかり出ました。縫い糸は見えてないんですけど、こうね少しポコポコ見えますよね。これがこの手縫いの縫い割りのいいところかなと思います。羽の付け根にはハーフムーンステッチのカン留めをつけました。でアッパーはかなり透明感のある真皮比較のコードバンを使いました。コードバンの皮の中でも少しムラがあって、あえてお尻の方を濃いめに、つま先の方を少し薄めになるような場所で取りました。かかととつま先の色の違いは結構あると思います。ソールを見るとこちらも非常にシンプルな仕上げで、オークバックのシングルソールです。で内側の部分、ここはベベルドウエストにしてありますね。外側のウエストはスクエアエッジですね。この目付け、ここはかなりこだわりまして、均一なこうキラキラ感みたいなのが今までの中では一番いい精度でいけてますね。しっかり均等に入って、出し縫いはあまり目立たない仕上げにしてあります。コバの光沢感も出ましたね。ヒールの積み上げ、こんな感じです。ヒールの積み上げのレイヤーの感じが割合と綺麗に出たかなと思います。ちなみにアッパーのこのお尻の縫い割りなんですけど、ここのサイドに補強のステッチをかけたりするんですけど、今回はズレット感をより強調したかったんで補強のステッチはなしでいきました。ヒールの顎のラインのディティールなんかもかなり綺麗にいけてると思います。つま先に装着したトーブラス、真鍮のマイナスネジで固定してあります。よく見るヴィンテージスチールはあれもともとフランスのルルっていう会社が作ってたやつなんですけど、あれは 1.5 ミリですね。しかも材質がスチール、鋼ということで真鍮よりかなり硬いんですよね。今回つけたこいつは真鍮の板で1ミリの厚さしかないので、普通のヴィンテージスチールに比べるとかなり耐久性は低いです。なんですけど今回はシングルソールでそんなにソールの帰りは悪くないはずなので、
ある程度削れ防止してくれればいいかなということで 1mm の真鍮板をつけてみました。これで履いて削れ具合がどんなもんかとかをね確かめてみたいと思います。この木型なんですけど結構つま先のボリュームを取ってあります。なので前から見るとこんな感じでかなりサイドボールが立って見えます。足の入るこの高さを結構しっかりめに確保してある木型ですね。かなりこの指の入る部分を平べったく作ってありまして、こうグニョーンと伸びていくような少し東欧系のサンクリスピンとかルーディックライターとかその辺の木型にも近い雰囲気があるかもしれないですね。グラマラスな曲線の感じがコードバンのツルッと感と相まってかなりいい雰囲気を醸し出している気がします。この角度なんか結構東欧靴っぽい感じがしますね。上から見ると長すぎず短すぎない程よい形状を目指しているので主張しすぎずかつクラシックで上品なイメージの靴になっていると思いますね。全体的にかなり抑揚のある木型ですね。ということでいい靴を作ることができました。この靴は自分に作る靴ということで、木型の面もそうなんですけどこのコードバンの革の性質みたいなところを確かめたいという意味があってこの靴を作りましたね。そんなことは抜きにしても単純に一靴好きとしてこの靴を履けるのがすごく楽しみです。また履き込んでエイジングなんかもレポートしたいと思います。コードバンねシワが入ると一気に印象変わるんで今後どうなっていってくれるか楽しみです。でもちろん今から履きます。でシワ入れもしますので最後はその映像とともにお別れということでまたね靴どんどん作っていきますので次回からも靴作りよろしくお願いします。この靴の完成写真は僕のインスタグラムにアップしておきますのでチェックしてみてください。で概要欄に今までの作業工程全部リンク貼ってありますのでよかったら見てみてください。じゃあ最後はね履いて終わりにします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。めちゃめちゃヒット感いいです。本当にいい靴ができました。